Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to. こんにちは。猫とシニアの暮らしのルルです。今日は50代になってやめたことを7つお話しします。50代を過ぎると体も心も変化してきますよね。なんだか疲れやすいなって思う瞬間、皆さんもありますよね。先日、横を向いてくしゃみしただけで人生初のぎっくり腰になりました。そんなことってあります？まずは50代の日常あるある。そして後半では私が実際に辞めて楽になったことをご紹介します。白髪、まさかの眉毛にまで出てきてびっくり。抜け毛も増えて将来ハゲると不安で仕方ない。ストレートだった髪が気づけば天然パーマに。父の遺伝子今頃出てきた。老眼、字ちっさって突っ込みながら葉月ルーペの CM が今ならよくわかります。水を飲んだら即トイレ。バスツアーなんてもう無理です。毎日記憶喪失なので買い物はスマホ頼み。初対面の名前は秒速で消える。筋トレで足首が腫れる。くしゃみしただけでぎっくり腰になる。体が突然ストライキを起こします。毎週病院通い。いえ、私じゃなくって義母の付き添いです。ネットフリックスは秒で寝落ち。見ても忘れる。最後まで見られたら奇跡です。シュワシュワで血管が浮き出て、どっからどう見てもおっさんの手。何を食べても歯に詰まる。フロスはまとめ買いが必須。耳がかゆい。目もかゆい。背中もかゆい。手が届かないほどかゆくなる。顔にまたシミが。ほうれい線も深くなって、顎のラインもブヨブヨ。何にもないところでつまずくのはもはやお約束。夜中にトイレで目が覚める。朝までぐっすりはレアです。可愛いものにまたハマりだした。アイドルの顔、もう見分けがつかない。最近の曲、なんだかよくわからない。涙もろくなった。動物の動画ですぐにうるうる来ちゃう。ニュースは事件より健康や年金が気になる。服やバッグは1グラムでも軽いのが正義。若い頃低血圧、今じゃ高血圧。同世代の友達と持病の話で盛り上がる。外出した翌日は休息日。願うのはただただ平穏無事。波風のない毎日がありがたい。なんだかんだ衰えたけど、生きてるだけで幸せ。この後はそんな毎日を送る私が50代になってやめたら楽になったことです。皆さんはどんなことをやめてますか？ 1. テレビを見ること。地上波放送は気づけば何年も見ていません。自粛期間中にダイエットにハマって、YouTube で情報収集や筋トレ動画を見るうちに自然とテレビをつける習慣がなくなりました。今は夜に YouTube や Netflix で映画を見るのが定番です。2. ソファー。うちにはソファーがありません。日中は夫も私もそれぞれの部屋で仕事しているので座る時間もないんですね。これまで7回ほど引っ越ししているんですが、そのたんびにソファーのサイズや置き場所に悩んでいました。おかげで今は部屋が広く使えて、掃除もしやすく快適です。夜は収納できるリクライニングチェアで YouTube を見ています。チェアを出したりしまったりする時間は貴重な筋トレタイムと思っています。3. ヒールの靴。ヒールの靴は50代になってからすっかり出番がなくなりました。今は動きやすさを優先してスニーカーやヒールのない靴ばかりです。パンプスは冠婚葬祭用だけを残して思い切って断捨離しました。最近のお気に入りはスイス発のスニーカーブランドのオンです。足首を痛めた時に勧められて購入しました。クッションがしっかり効いているから
膝や腰に負担がかかりにくいんですね。軽くて歩きやすいので、気づけばこの靴ばかり選んでいます。4、毎日フルメイク。一日中自宅でリモートワークなので、日焼け止めとパウダーがあればなんとかなります。コスメデコルテやディオールのフェイスパウダーは、キメが細かくって、50代の肌でも綺麗に見せてくれるので頼りにしています。5、冷たい飲み物。ダイエットする以前は氷をガンガン入れたお水をガンガン飲んでいました。でも今は真夏でも常温のお水を飲んでます。冷たい飲み物ばかりだと胃腸が冷えてね、代謝まで落ちてしまいます。そのせいで太りやすかったり疲れやすかったりするんですよね。白湯や常温のお水、温かいお茶にすると胃腸にも優しくって代謝もサポートしてくれます。結果的に痩せやすい体になっていくのが嬉しいですね。6、無理をすること。若い頃は気合でなんとかなるって思ってましたが、50代になると体がついてきてくれません。しんどい日は無理してご飯を作らない。お弁当だっていいじゃない。無理して家事をしない。そう決めてから気持ちが楽になりました。無理して気を使ったり頑張るのはもうやめました。人付き合いも同じで、気の合う方々とのご縁を大事にしています。7、もう年だからと諦めるのをやめた。正直、私は金槌のまま棺桶に入る予定でした。水に浮くなんて絶対無理と思ってたんですね。でも50代で通い始めたジムで先生が丁寧に教えてくださったおかげで、平泳ぎと背泳ぎが泳げるようになりました。金槌でも50代でもやればできるんですね。更年期太りから16キロのダイエットもできました。その時、解剖学や栄養学を体系的に学ぶプロパーソナルトレーナーボディメイク検定にも合格しました。そして編集ソフトやカメラの使い方を一から必死で覚えて、今はこうして YouTube で発信できています。最初は本当に手探りで、撮影や編集がうまくいかなくって、何度も心が折れそうになりました。それでも続けてこられたのは、視聴者の皆さんがコメントで励ましてくださったからです。そのおかげで登録者1万人を迎えることができました。本当に心から感謝しています。ありがとうございます。年齢に関係なくできることってたくさんあるんですよね。50代、60代になると体も心も本当にいろんな変化がありますよね。今日の内容、皆さんはいくつ当てはまりましたか？コメントいただけるととっても励みになります。これからも皆さんと50代、そして60代の暮らしを一緒に楽しんでいけたら嬉しいです。チャンネル登録や高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。さようなら。